木下さん、ゴールデンウィークどっか行かれましたか？いろいろもう子供の世話でね、手一杯でした。手いっぱいでした。お出かけなしで。実はしたんですけど、もう8キロぐらい歩いてしまいまして、子供がだだこねました。3キロぐらい肩車しながら歩きました。ご苦労様でございました。ということで、皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでしたでしょうか。合気道エグラムです。ということで今回のテーマですがこちらです。今デッシュだって言いましたけれども、今回は墨落としということで、はい、意外と先生これ普段全然出てくるんですけど動画で一回もやってなかった。どのあたりがポイントになられますか？私は基本的にどの技をするにも必ず墨落としの要素は入れてるっていうか入ってるんですよ。はい、ただ一般的にはその墨落とし、片手取りの墨落としとか勝負時の墨落としとかっていう、そういう技で墨落としていってるみたいですけど、はい、重要なファクターなのにやってなかったというはい、そういうことですので改めて墨落としやってみたいと思います。まずは解説動画からご覧ください。どうぞ。はい、墨落としですね。個人的には私全ての技に墨落としは入ってると思っているっていうか前提にしてるので、取り立ててっていうのも一挙の説明に申し上げたかもしれませんけど、この綺麗な半身でちゃんと綺麗な半身で、この状態で彼の重心をそこに運んでいけば表になるし、自分がここに足かけて、自分ここでは崩れないのがここを取ると崩れるっていうか、やっぱ墨落としのポイントには相手の重心を運ぶ、もしくは自分が移動するっていうのをどの技でも意識しているので、全般に使ってるんですけど、一つよく片手取りとか、天地投げとかである相手の重心を運ぶときに相手の手を持っていくようにっていうので、この手を持っていく、頑張ってよ、手を一生懸命頑張って、体勢崩して頑張って、崩して頑張って、手を一生懸命持っていって、自分の姿勢が崩れてる方がとても多いんで、持っていくのは手ではなくて相手の重心ですよねっていうのはよく申し上げる。どうしてもそう押したり手でとか、こうなったり。手を押し下げているわけではなくて、彼の重心をそこに。これは技じゃないですよ。遊びですけど、首絞めてで、半身がポイント。半身になって、もう首絞めてていいです。これ護身術じゃないですからね。こうされたらこうしましょうって話ではないんですけど、この状態で押しも引きもできないじゃないですか。もう多分俺今顔色変わってきてると思うけど、いいよ遠慮なく。だから、そこだよね。この状態で手を何とかはするのではなくて、あくまで墨のそこに重心を運んであげる。あと、だからそれが片手取りで行われたり、正面打ちで、正面打ちでやったりとか、いろいろ、バリエーションは本当にもう、無数にあるかとは思うんですけども。はい。ね、ここだよねっていう。その場所を理解するっていうか、探すというか、ですね。前も構えの時に申し上げたかと思いますけど、そのためにわざわざ半身を取って見せてる。いわゆる自己体、自然体であれば、いわゆる前墨崩しとか、やんなきゃ。何お前がやるんだよ。やんなきゃいけないですけど、半身を構えてくれてるので、それが分かりやすくなってますよ、といったところでいかがでしょうか。すみません。はい、先生見本を見せていただきました。で、受け身の方をですね、私ちょっと
まあ難しいと普通の後ろ受け身だとそうでもないですけど、まあ飛び受け身とかになってくると、まあ固定返しだとなんかこの投げる手の上にいるイメージがあるんですが、攻め落としだと上から押さえられているので、どこに乗ったらいいのかっていうのはちょっといつも分からないですね。これやっぱりちゃんと、まあ、飛び受け身に関して言えば、それ稽古してきた方っていうのは、やっぱ支えに手を残してくれるんですよね。ともかくやたらこう下に叩きつけてくるような人の時にはやっぱむしろ飛ぶと危ないんで、飛ぶとしたらもう回避系、相手を、まあ、無視じゃないけど先回りして飛ぶしかないんで、ただそうまでして飛ぶ必要はないからですね、もう早めの後ろ受け身でいいかと思うんですけど、飛び受け身に関してはちゃんとここに支え手をやってみられます？ここに飛ばす人がここに支え手を作りますので、両方でやっていきましょうか。持っていっていいですよ。これですね。この支えで、これに乗る。これに乗る。そう。あ、いいですよ。意外とピタリくっつくものです。お上手です。上手です。これから離れていく方多いんですよ。やたら向こうに行ったり、落ちていったりとか。投げる方もそこに固定して、支えを作ってあげないといけない。やっぱりじゃあまずはやっぱり後ろ手の方が安全といえば安全。そうですね。わかりました。ありがとうございます。この人には飛ばない方がいいよっていうのは押し付けてくる人とか、まあ飛ぶ合図でパンと叩いてくる人はね、それを合図に飛べばいいんだけども、そうじゃなくてここにちゃんと乗せてくる。そうだから隅落としじゃねえけど、はいって前なんかでやったと思うけど、くっつけてくるやつですね。ここをこうパンじゃなくてここをパンってくっつけてくる。すごいなんか飛んでいきます。そこのくっつけるイメージがない場合も掴んでるぐらいの方がちょうどいいんですね。掴むとまた別になっちゃうんですよ。掴んでそこで止めといてくれれば飛べるけどね。これをなんかこねたり押し付けたりなんかされるとやっぱ怖いね。じゃあもうここでガツンってもここで固定しても掴んじゃってもそれはそれだろうと。いや、隅落としなのかっていう。まあそうか。そうか、そこで隅落としたら落とすってイメージなんですけど、こう引き上げ飛ばす場合は引き上げると。違う。重心を外したからもういいやん。そうか。それをさらに下まで叩きつける必要はないだろう。やっていいよ、隅落としだから、必要があれば下まで叩きつければいいし、でもそこに重心をもう運んだから、だからさっきも言ったこれはそれは申し合わせになるけど、受け身も自分の重心が外されたことを感じて、やられたやられないじゃ話じゃなくて、自分の重心がもう外されてそこに行ってんだから、もう何がしかのリアクションしなきゃいけないと。でそれを戻すためにたまたま飛んだ後ろ蹴りをしたっていうだけですよね。こうなってそのまま落ちるか戻そうかっていう。ここで俺の攻撃がなんかかわされて、私の重心がそれではこれを引けば対応できる。これを引かせないのが大事なんです。そうちょっとそうでもそこでキープしてね。そうで今重心が今外れたじゃないですか。これを回復するためにそういうの飛び受ける、倒されたくないんだったらこうすれば回復ができるよな。それはそれで別にいいし、これやってる人間はそっち次のに移ればいいわけで。であくまでこちらは受け身という形で何かを稽古したい。ただ、ここでこう、ちょっと不安やな、大丈夫かな、ちょっと不安だな、後ろ受け身で、後ろ受け身で、回復して戻ってくれる。今投げてない。今飛ぼうと思ったんだけど、ちょっと怖くて飛べんかった。掴みが浅いんです。掴みというか。いや、多分固まってんだよ。受けが投げが固まってんで、次の俺の飛び受けに対応しない。ここで限界になってるから。もうここで自分がいっぱいいっぱいで固まってじっとしてるから、そういう意味じゃないんだよ。じゃあラストチャレンジ。
合わせるんだそれはしなくていい。俺が足りなかった、俺の回転が足りなかった時にはその引き上げがいるよ。ここでもう俺の重心が崩れて、今だともう戻せないの。さっきのさっきのここまでだったらこれで戻せたろ。今の逆にまずいや、ここだったらさっきのジャンプしての鳥が戻せないんで、この辺り怖いな、この接触が怖いけど、まあ飛ばんと許してくれちゃうな、でも飛べない。怖くて飛べない。その前にここにしっかりこの手があって、そうしてくれるといける。こうするっていうよりは、支え、前も中でやったけど、そこで回りたいんだ。手さえ合わない。この手に俺は、これに乗りたいんだよ。また5秒になるんだよ。いや、それない、力がない。違う、それはその力じゃない、そういう力じゃない。キープする力なんだよ。人体なんだよ。筋肉じゃない、人体。この姿勢をおっとって固めてくれてる。そう、これをしてくれるとぴったりそこにあるやん。飛べるんだよ。支える人体を相手をキープする力ってイメージで全体を掴むんですね。点じゃなくて。やっと理解しました。点だけやるんだと思ってました。よかった。はい、ということで解説の方を見ていただきましたけれども、いつもながらではあるんですけれども、手とかその末端を持っていくんではなくて、まず重心をそうですね。持っていくということですね。で、踏みの位置に持っていく、もしくは自分が行くということですね。はい。ちょっと後半の受け身の方が私がいらんことを言ってしまって長くなりましたが、木下さんどうでしたか？大満足です。満足なんですね。足らないんじゃないんかい。いや難しかったですね。投げる方も難しいですよね。ですね。自分はどちらかというと受けの方がやることがメインでやってた感じあって、姿勢の方がどうしても中野先生には受けができるなら姿勢ができるだろうとは言われるんですけど、いかんせんうまくいかず。飛び受け身に別に固執しなくても、まずは安全に後ろ受け身から。そうですね。隅落としを稽古するんだったらもう別に後ろ受け身で十分だと思います。相手の重心を捕まえて、それを相手の両足支持面からいかに出すかという話だからですね。無理やり飛ぼうとして逆に危ない。そうですね。飛び受け身でよく隅落としを使って飛び受け身を稽古することが昔から多かったんですけども、叱りを買うかもしれないですけど、飛び受け身がよくおできにならない方に投げてもらって飛び受け身をしようとして怪我したっていうのはちょっと見てきたからですね。ちょっとそこは用心された方がいいかなと思いますけど。投げ受け表裏一体。そうですね。やっぱ飛ぶタイミングとか飛ぶ力加減とかが分かってるから自分が投げる時も、普通の人はそれができる苦手な方もいますけど。はい。ちょっとあれ大丈夫です。はい、ということで、いつもながら怪我のないようにですね、稽古をしていただければと思います。それでは今回はこれで終わりたいと思います。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。